取材依頼を受けて私は廃村に向かった。人が消えた山奥の集落鬼杉村。こんな山の奥まで人が本当に住んでいたのか。手元の資料には正確な廃村時期派不明とある。消えた村、消えた記録、そのどちらも誰かが意図して消したのかもしれない。山道の先に朽ちた鳥居が現れた。誰も手入れをする者のいない忘れられたシーン。こんな山の奥に人が住んでいた。廃村の景色は時間ごと捨て去られたようだった。しかしその中に一つだけ明かりがあった。明かりがある。明かりの家の縁側に老婆がいた。こんな山奥にまだ人が住んでいる。私は声をかけた。すみません、今夜だけ止めていただけますか。老婆はゆっくりと顔を上げた。その笑顔には奇妙な確信があった。ああ、待っとったよ。来ると思っとった。待っていたその言葉が頭の中で反響した。私が来ることをなぜ知っている？私が来ることをどうして分かったんですか？いろりの光が部屋を赤く染めていた。壁には小さな藁人形がいくつも並んでいる。私はそれが何なのかまだ知らなかった。あの壁の人形は何ですか？老婆は静かに語り始めた。その声は穏やかで、だからこそ底冷えするような重さがあった。この村はな、昔から神様に人を送るならわしがあっての。取材の本能が働いた。記録しなければ私はまだこの話を怪談として聞いていた。神様に送るというのはどういう意味ですか？消える。その一言が手帳を持つ私の手を止めた。消えるんじゃよ。選ばれた人間はその年のうちに山に呼ばれて帰ってこん。その瞬間、いろりの炎が揺れた。部屋の温度が一度下がった気がした。あんたはもう選ばれとるよ。私はこれまで数多くの怪談を取材してきた。しかし今感じているこれはそれとは違う種類の恐怖だった。選ばれるというのは誰が決めるんですか？老婆は答えた。たった一言で全てを説明した。人形が決める。今夜はゆっくりお休み。暗い和室に一人残された。窓の外には完全な闇しかなかった。逃げた方がいい。でも何かが動くことを許さない。電波はゼロ。内部とのつながりは完全に断たれていた。私は一人でここにいる。県外完全に孤立している。夜中に目が覚めた。廊下から音がしていた。藁をこすり合わせるような乾いたかすかな音。何かいる。引き戸をわずかに開けた。廊下は暗く、何も見えない。しかし足元に何かある。懐中電灯の光の中にそれはあった。藁でできた人形、黒い墨で目が描かれた小さな人形が一体。人形、部屋の外に。手に取ると人形の胸に細い黒い糸が巻かれていた。作りが古い。昨日今日作ったものではない。作りが古い。ずっと前から準備されていた。夜明けとともに動いた。3日も待てない。今すぐ山を降りなければ。夜明けに山を降りる。それだけでいい。しかし外に出た瞬間、私の足が止まった。山道は白く塗りつぶされていた。道が見えない。背後から穏やかな声がした。まるで予測していたかのように。毎年この時期は霧が出るんじゃよ。3日は晴れ。一歩も進まないうちに方向感覚を失った。前も後ろも右も左も同じ白い霧だけがあった。どっちが村でどっちが山道なのか。焦ってはいけない。これは自然現象だ。3日待てばいい。私は自分にそう言い聞かせた。落ち着け。霧は自然現象だ。焦ることで状況は悪化する。逃げられないなら調べるしかない。
廃屋の一つに古い記録が残されていた。記録が残っている。この村に何があったのか。帳面の表紙にはニエロクとあった。供え物の記録、選ばれた者たちの記録。ニエロク、生贄の記録。ページをめくるたびに年号と名前が続いた。その後には必ず帰還せずの4字が。昭和初期までずっと続いている。毎年一人ずつ。その時、廃屋の入り口から男が飛び込んできた。そこで何を呼んでいるんですか。見知らぬ男と廃屋の中で向き合った。彼もまたこの村を調べていたのか。あなたの取材でこの村を調べるのは危険です。早く。彼は声を落とした。お糸という名を口にした途端、男の顔色が変わった。お糸さんに会いましたか。もう遅いかもしれない。村田は語った。お糸が選んだ者に人形を送ること、人形の数が夜ごと増えていくこと、そして最後の夜に人形の数が増えていく。最後の一体が届いた夜に人が消える。私は人形を差し出した。一体目夕べ、私の部屋の外に置かれていた。これが一体、今朝部屋の外にあった。村田は過去の失踪者の数を指折り数えた。その目に絶望の色が広がった。一体目が夕べなら、7体目が届いた夜が最後だ。私は冷静に問いかけた。この男は以前もここに来た。それでも生きている。なぜ。以前にもここへ来たことがある。それで生き残っている。どうやって。男羽をそらした。その横顔に長年抱えてきた何かが見えた。私は選ばれなかった。お糸さんに人形を渡されなかった。何かを隠している。私はそう感じた。村田の言葉にはわずかな歪みがあった。最後の記録はいつですか。30年前だと思っていた。しかし30年前の記録の後にさらに1枚折りたたまれた最後のページが挟まれていた。30年前の記録の後にもう1枚ある。ページを広げた瞬間、私の手が止まった。そこに書かれていた名前は村田誠一。そして帰還せずではなく逃走、捧げ物、不成立とあった。村田誠一、逃走、捧げ物、不成立。村田羽目を伏せていた。まるでずっとこの瞬間を待っていたかのように。30年前、私は逃げた。30年、彼はずっとこの罪悪感を抱えて生きてきた。だから調べ続けた。逃げた者の代わりに神初にを選ぶ。私はその罪悪感でずっと調べ続けていた。私は冷静に答えようとした。しかし声にかすかな揺らぎがあった。あなたが逃げたから私が選ばれたというわけでもないはずです。その瞬間、2人の視線が同時に地面へ落ちた。2体目。霧の中に老婆のシルエットがあった。杖をつきながらゆっくりと遠ざかっていく。振り返らない。村田は早口で続けた。確かな情報ではない。それでも他に手がかりはなかった。人形を置き返せば止まるという話もある。でも私は試したことがない。数多くの回を超えてきた経験が今判断を冷静にさせていた。試してみる価値はある。私は一人で霧の中を歩いた。村田は廃屋から出られない様子でただ見送るだけだった。行ってくる。お糸は縁側で待っていた。まるで私が来ることを知っていたように。返しに来ました。この人形。しかしお糸は人形を受け取ろうとしなかった。笑みを浮かべたまま。人形を返したものは初めてじゃ。賢い娘さんじゃ。でも選びは変わらんよ。私は初めて冷静の鎧を脱いだ。確信をぶつけた。選んだのは誰ですか。あなたですか。それとも本当に神様が。長い沈黙の後、お糸は答えた。誰も知らなかった最初の真実を。わしも昔選ばれた。でも
わしは逃げんかった。だから今もここにおる。神に選ばれ、そして戻ってきた者、その者が次の番を決める役を担う。永遠に。神に選ばれて帰ってきた者が次の番を決める。永遠にここに残るんじゃよ。呪いの正体が見えた。一度選ばれ戻った者が次の犠牲者を選ぶ。鎖は永遠につながれる。帰ってきた者が次を選ぶ。それが呪いの正体。おいとは穏やかに微笑んだ。その笑みがあらゆる言葉より恐ろしかった。娘さんが戻ってきたら次はあんたが選ぶ。ずっとここに残るんじゃよ。私は人形を地面に置いた。従わない。ただそれだけを行動で示した。行きません。老婆の笑みが消えた。初めて見る素の顔だった。選ばれた者が拒めば代わりに近しい者が選ばれる。近しい者、その言葉が頭の中で繰り返された。村田の顔が浮かんだ。近しい者。翌朝、霧は薄れていた。私は山道を歩いていた。手に人形はなかった。村は振り返らなかった。あの夜、何が起きたのか、私はまだ誰にも話していない。村田さんは今朝廃屋にいなかった。面白かったらチャンネル登録お願いします。